Enter FM 東京ミュージックレーダー、今夜のゲストはカメレオンライムピーパイのちーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はちーさんのルーツや曲作りなどについて、様々伺いましたが、今週は4月25日金曜日にリリースされるセカンドアルバムウーペルアップについてお話を聞いていきましょう。よろしくお願いします。2年ぶりのアルバム、ということですけれども、こちらのアルバムのコンセプトとかテーマ、タイトルにも意味を込めたと思うんですけど、どういうものなんでしょうか。このウーピットアップがなんか大騒ぎっていうか、はしゃごうみたいな意味なんですけど、なので、カメレオンライムピーパーの曲って全部踊れる曲をテーマにしてるんですけど、今回特にそれを意識したのと、あと90年代が好きなんですけど、3人ともその3人ともが好きな90年代を、今までの作品も結構色出てるんですけど、よりちょっと濃くして、いろんな90年代のジャンルとか、そういうのをこう取り入れてやってみました。特にこういうこと挑戦したみたいなもの、その90年代の曲、ジャンルの中でも特にこういうのやってみたみたいな思いのものってあります？ドンキーソングが、今までやってこなかった UK ロックとかを入れて作ってみたので、なんかそういう今まで取り入れてこなかったジャンルとかをやってみてのが面白かったですね。制作途中苦労したことだったり、ちょっと悩んだ時とかありました？その新しいことを挑戦するっていう上で。苦労したのはそれこそドンキーソングは、曲も最初作った時と全然違くて、サビが本当はサビじゃないとこで使われてた部分をサビに持ってきたんですけど、なんか自分たち的にちょっと違うなと思って、途中でバッて変えて、作り直しというかしたりとか、あと歌詞も私が、最初なんかこうあるべきだみたいなとか、なんかこうぶっ壊せみたいな感じの、なんかこう強い感じの、なんかこうやっていくぞみたいな気持ちのやつを書いてたんですけど、なんかそれがすごいなんていうんですかね、説教臭いというか、なんか夜中になんか自分でこう聞いてる時に、なんかぶっ壊せみたいなこと言ってるのに、なんかすごい逆になんかよくあること言ってないみたいな、なんかすごい自分でなんかなんか一番なんかやりたくなかったことやってるじゃんと思って、めっちゃびっくりして、キモみたいになってやばいやばいみたいななんか気づいたんですね。ってなって、もうなんかそれを考えてること自体もなんか違うって思って、私だからそれも壊すというか、その今自分の中にある頭の中でゴリラが暴れてるみたいな、全部壊せみたいな言ってる方にちょっと変えてみましたね。なんでそこはなんか結構ドンキーソングは歌詞も曲も一気に作り変えたので、なんか今までそういう時ってなかったので、なんかお互いウーピーズも私も曲とか歌詞にってちょっと思ってて、やっぱちょっと違うねみたいな、それも良かったんですけど、結構いいって言われてはいたんですけど、でもなんか違うなって自分たち的に思ったので変えました。3人それぞれ違和感がちょっとあった、そうですね、なんかみたいな感じでしたね。でもすごくキャッチーなサビで、これがサビじゃなかったんですね、最初は。そうですね。これ言葉はそのままでした？言葉も変えました？そのサビは言葉はそのままですね。そのまま、いやすごくキャッチーで、ドンキーソングとまずタイトルを見てですね、そりゃロバかなと一瞬思うんですけれども、サビに来てやっと分かってくる、その MV の意味がやっとサビで分かってくるというドンキーコングはなんか小さにとってなんかあるんですか？ドンキーコングというものは大きな意味があったりするんですか？いや特になくて、ドンキーそのゴリラがなんかいいなと思って、なんかいい感じに入れれないかなとか思ってて、でなんか作りましたね。ジャケ写とかのイメージがすごいこういうジャケットにしたいなみたいなのが結構あって、でなんか本当同時じゃないですけど、歌詞もなんかそっち方向にしたりとかやりました。そのジャケットもですね、なかなかパンチが効いていて、小さな上にゴリラが立っていてあれは小さな血を吸っているということで良いんでしょうか？なんかあれは
ゴリラがこう私にこう踏みつけて、はい、私がウェーみたいになってるんですけど、なんかそのこうやられちゃってるけど、はい、私のこのオレンジのエキスを吸って、こうゴリラが私色に染まってってるっていう、こう負けてるけどはい、負けてないぞみたいなそういうことかなんか踏み倒されちゃったけどでも私色に染まってるだろうっていうことですね。そうなんかこうその気持ちをなんかやってみました。そういうことか、はい、なんか一気にまたちょっと、クリアになってきましたでこのゴリラのね舌出してるのと指の感じとかもねなんかちょっといいですよね。チャーミングですよね。これもなんかインスタで、はい、ハトさんっていう、こうイラストレーターの方がいて、はい、そう見ててすごい絵がめちゃくちゃ上手ですごいリアルな絵を描く方なんですけど、その方にこういうのを描いてほしいっていうのをすごいリクエストして作ってもらって、いやすごくアイコニックだし、サブスク世界でね今いろんなジャケ写バーって並びますけど、はい、絶対注目しちゃうなと思いましたこれはめちゃくちゃ面白いなと思ってMV も、皆さんで、はい、監督とかもじゃあちいさんがされるってことですか？そうですね、基本私がこういうのやりたいっていうのを言って、はい、でまあいろいろみんなでロケハン行ったりとか、衣装を決めたりとか、まあ基本私が全部出して、でウーピーズとかとも話し合ってこれのやり方だったらできるよねとか、明日もミュージックビデオのロケハンに一緒にみんなで行くんですけど、はい、なんか見に行ったりとかするのとかも、あとカメラ回すのとかも、みんなカメラも、はい、カメラマンさんではなく自分たちでやって、私が映ってる時はウーピーズが撮って、3人が映る時はマネージャーさんが撮って、やってます。すごいマネージャーさんスーパーマネージャーのわおそれはすごい、はい、そうなんだ。まあでもだからその近いチームで作っているからこそ、やっぱり世界観の統一みたいなものも、なんていうんですか、しやすかったりするんですかね。そうですね、共有しやすいというか、なんか常にその1号の家に集まって、みんなでこう毎日作業してるので、なんかニュアンスとかが本当にこう普通に日常会話でこういうのどうとか言ってるので、そこの共有はめちゃくちゃできてるので、いざこう撮り始めた時にこれを撮ってこれを撮ってとかを全然決めずにやってて、こうその場で結構じゃあこうしようっていうのをやってるので、それが多分3人以外だったらこう難しいかもしれないんですけど、しかもなんか私たち3人ともめちゃくちゃなんかこう伝えるのが下手くそというか、人見知りとかいろいろあるんで、なんか多分3人が一番やりやすい形でで今回でもドンキーソングで初めて映像の方にお願いしてやったんですけど、それもめちゃくちゃ楽しかったので、なんかこうアートワークの絵の方とかインスタで探したりとか、なんか仲間は増やしたいとはすごく思ってはいるのでということだそうです皆さん。はいもうすごい閉鎖的にやっちゃってるんでこうもっとね開けたいんですけどなかなか難しくて、だからめっちゃありがたくて、今回ドンキーソングとかの時とかもこうやってやるんだと思って初めてそのプロの方にやってもらったんで、こんなにちゃんとここ取ってここ取ってとかやるんだと思って、もうすごいなと思ったので、確かに新しいアイディアというかね、そういうのはやっぱりもらえますもんね。めっちゃ勉強になったので、なんかいろんな人とやれたらなっていうのはめちゃくちゃ思ってます。そうです。今回のそのアルバム楽曲面で言いますと、すごい今回アルバムにも収録された昨年リリースされたシングル、リーチではペスさんとも共演していらっしゃったり、あとラッパーのテイク M さんとのコラボ曲も収録されていて、その他のミュージシャンの方々を今回いろいろお呼びして楽曲制作されたと思うんですけれども、そっちの面でもやっぱり勉強になる点っていうのはすごい多かったですか？めちゃくちゃありますね。ペスさんとやった時はこうリリックをお渡しして、私が書いた歌詞と、あともう曲自体ができている状態で、そこのペスさんの部分だけを開けた状態でお渡ししたんですけど、めちゃくちゃその私が書いてる歌詞は曖昧だから、まあってなるとこもあると思うんですけど、すごい汲み取ってくださって作って帰ってきた時にめちゃくちゃうわすごいなと思ったし、あとレコーディングが早すぎて、めちゃくちゃ早くて、本当に
1時間かかってないぐらいのもうブワーって終わっちゃって、もうすごい、もうさすがと思って、あともう声がもうペスさんだし、素敵ですよね。やっぱラップとかもやっぱいやさすがだなみたいな。あとテイク M さんも、はい、私たちペスさんはスタジオでやったんですけど、はい、テイク M さんはいつもの作業部屋で、レコーディングさせてもらったんですけど、やばかったですね。もうすごいし、やっぱリリックとかもやっぱすごいなって思いましたね。もうなかなかできない、これはすごいぞと思ってすごいものを目の当たりに、はい、もうとんでもないなって思いましたね。すごいなんかあれですね、またさらにそういうエッセンスを得たちいさんの次の作品とかでまたもしかしたら何かね、実は何かが変わっていたりするかも変われてたらいいですけどいやでもやっぱり少なからず、その誰かとコラボレーションしたりとかすると、強い刺激をなんかいつの間にか受けてたりして、 そうですね、それが絶対次に実は生かされてるなんてこともあると思うので、ちょっとさらに次が楽しみですけど、まずはこのアルバムをね皆さん、しっかり味わっていこうじゃないですかというところで、この2年ぶりの作品を過去の作品と比べたりなんかして、なんかご自身の中で変化とか成長みたいなものって感じたりしましたか？成長はどうだろう。過去の曲聴いた時にでもなんか変わんないなって基本思うので、なんかその時の雰囲気というかは多少は変わりますけど、なんか一番初期に出したディアイディオットとか聞いても、今聞いてもやっぱめっちゃいいなって自分で思うので、素敵ですね。そこはなんかなんかこの時の自分めっちゃ頑張ってたなみたいな、3人とも頑張ってなって思うから、なんか無駄にできないというか、ここからもうやっていかないとなみたいな、なんかすごい励まされたり自分の曲にするので、なんかでも成長どうだろうな、成長はしてるはず自分では分かんないですけど、なんかしてると思いますけど、どうなんですかね。でもやっぱりその当初一番最初に作った曲からを感じても、なんかその遠く感じないというか、そういう風に思うっていうのはやっぱりこの小さな中の多分確固たる、信念というか、曖昧にっていう風にはおっしゃってますけど、やっぱりこうしたい、こういう気持ちで生きていきたいっていうのはやっぱりもう不動に存在していて、それがずっと表現できてるっていうことなんですかね。そうですね、多分めちゃくちゃこだわりが強くて、3人とも多分、で強すぎるから自分たち的にそのこだわっちゃうと本当にもう3人でしかやってないので凝り固まっちゃうから、あえてこだわらないようにみたいな意識してるんですけど、なんか多分すごい強いというか、こうしたいみたいなのがあるので、なんか多分そこは多分どうなっても変わんないんだろうなみたいな、そこがなんか自信じゃないですけど、だからこそ何やっても自分たち色が出るなと思ってるので、そこはなんか何やってもいいなと思ってます。そこのなんか絶対的な安心感みたいなものがあるからこそ、3人の色の中でさらにふざけてさらに遊んでっていうことができるっていうことですね。振り切っちゃう感じです。ありがとうございます。カメレオンライムウーピーパイ、4月25日にニューアルバムをリリースして、その後5月にはなんとイギリスのブライトンにて開催される The Great Escape 2025に出演が決定しております。この The Great Escape 2025、どんなフェスなんでしょうか？これは世界中から約500組の新進アーティストを紹介する新しい音楽のためのフェスティバルということで、すいません読んじゃいましたけど、ありがとうございます。じゃあ結構あれですね、ニューカミングな方々が出演される中で、カメレオンライムウーピーパイがここに出演すると。なんか私が好きなアーティストのノガエレズっていうアーティストがいるんです、とかも出てたりとか、昔なんか結構好きなアーティストの方がちょっと前に出てたりとかするので、なんかめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですか？やったーみたいな後ついていけてるぞとか。すごい、そうなんですね。結構海外のライブって他にも出演されてきましたよね。そうです、ちょこちょこ出てます。South by Southwest とか、あとシンガポールでも出演されたりされましたけど、海外でのライブと日本でのライブで何かちょっと違いあったりします？違いは特にないですかね。でも
特にないかな。いつもやってることといつも一緒というか特に変えずに、はい、もうやることは一緒な感じなので、まあ言葉通じない分、はい、その歌詞とかをやっぱ日本語なので、はい、伝わってない部分あると思うので、その分こう音で乗せるというか歌とかもなんか海外のライブやってからすごいライブでこう歌でグルーブを出すみたいなのは意識するようになったかなと思いますね。そうですよね。言葉は分からなくても、はい、でもすごいみんな体で乗ってくれるじゃないですか。そうですね、なんかそれこそ何も気にしてないというか、はい、もうただ楽しもうっていう状態で来てくれるからみんなそれが特にね、その確かに歌詞関係なくそのメロディーだったりで、はい、気持ちよくなってくれてるなっていうのはありますよね、海外だとね。そうですね、めちゃくちゃ踊ってくれたりとか、なんかすごいフワーみたいになってくれたりとかしたら、なんか音楽ってもう最高だなみたいな、国境を超えるなってなりますよね。それはすごいライブ毎回思いますね。イギリスでのライブは今回初めてなんですかね。初めて行きます、イギリスに。どうですか、楽しみですか？めっちゃ楽しみです。なんかアメリカも好きだし、はい、アメリカでもライブ何回かやらせてもらってるんですけど、イギリスもすごい好きだから行ってみたいなと思ってて、なんかイギリスの音楽からとかも結構影響を受けてるから、はい、なんかイギリスの人とあと TCTS っていうDJ の方と、一番最初に海外の方とコラボしたのが TCTS さんなので、だからなんかイギリスの方とのつながりもあるので、なんかすごい行ってみたいなと思ってたから、やっと行けるなっていう感じですね。ライブとはまた別にちょっと お時間とかあったりするんですか？なんか楽しめる時間ありそうですか？どうだろう、いつもないんですけど今回は、はい、そのスーパーマネージャーの、はい、スーパーマネージャーさんが、はい、なんか今回はイギリスだからちょっとお時間的作れるようにとか言ってたんですけど、でもいつもなんかなんやかんや、海外行って、行ったらなんかその時間になんか空いてる時間とかにミュージックビデオ撮りたいなとかなんかなりますよね思っちゃうので、今回もなんか撮れたらなとか思ってるから、なんかなんやかんやなさそうだけど、でもせっかくなんでいつも行ったら楽しみたいなと思ってるので、今回もなんか面白い経験ができたらなとか思ってます。いいですね、ありがとうございます今後も海外での活動は視野に入れていらっしゃいますか？海外、そうですね、なんかめっちゃ日本でとか海外とかそこまでこうバッてこう意識はしてないんですけど、でもなんか今結構なんか海外に行けるんじゃないかみたいなこう周りに言ってもらったりとか、結構なんかこうしていただけること多くなったので、だったらぜひみたいな感じで、なんかそこはあんま意識せずに、自分たちでやることは多分一緒なので、だからなんかこうあんま意識すると海外に寄っちゃうというか、日本だからこその日本人が作る音楽を結構面白がってもらってる感じはすごいしてるので、こう日本語でこう私たちが3人で作る曲とかをこう貫いてというかやってきたらいいなと思ってるので、それで海外にもいっぱいこう行けたら最高だなみたいな思ってます。ありがとうございます、そして、カメレオンライムピーパイのワンマンライブが6月に東京大阪で開催されることも決定しました。ありがとうございます。こちらのタイトルはウーピー・イン・ザ・ジャングルっていう、ジャングルの中で踊るみたいな、ワンマンのコンセプトにしてまして、6月6日金曜日が大阪ヨギボメタバリー、そして6月13日金曜日が東京渋谷の WWWX で開催になります、どんなライブになりそうでしょうか？これは、ジャングルの中でみんなで踊って騒ごうみたいな、コンセプトで今考えてて、この間自主企画を初めてやって、それがバナナっていうイベントをやったんですけど、ちょっと拝見しましたありがとうございますなんかバナナのオブジェをこう作って置いたりとかしてたんですけど、なんかそれもちょっとバナナももしかしたら置けるかなみたいなジャングルだから、確かにジャングルですもんね。生かしつつ、なんかこうジャングルのごちゃごちゃした感じというか、自然な音とかも取り入れたりとか、いいですね、なんかそれこそドンキーソングでゴリラとか、スリーピーモンキーっていう曲が入ってるとか、こう動物が結構入ってたりとか、動物すごい好きなんでなんかその感じをこうぐちゃぐちゃ感とかジャングル感を出せたら面白いライブになるんじゃないかなと思ってます。なんかあれですね、バナナ
ゴリラ、モンキー、ジャングルなんかつながってますね。そうですね、なんかいいなんかこうつながりみたいなのできてきて実はそういうのが好きなんですかね。意識されてましたこの流れは。いや全然意識してなくてたまたまなんですけど、でもなんかそういうジャングルとか民族感とかすごい好きなので、なんかめちゃくちゃ今回のアルバムとかの曲とか、ワンマンのコンセプトとか、そうカメレオンライムピーパイがめちゃくちゃ好きな感じが詰まってるので、ぜひ来てほしいです。ちょっと皆さんぜひチェックしていただければと思います。オフィシャルサイトだったり SNS をチェックすれば、いろいろ情報きっと載ってますよね。載ってます、ということで皆さんカメレオンライムピーパイの情報はオフィシャルサイトや SNS をチェックしてください。よろしくお願いします。ということで、2週にわたりカメレオンライムピーパイのちーさんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか？めちゃくちゃ楽しかったです。なんか私ってこんなことを思ってるんだって今、新たな発見があったり、すごいなんか発見ができて楽しかったです。よかったです。ありがとうございます。最後に、もしよければリスナーにもメッセージをお願いしたいです。アルバムもワンマンライブもすごい私たちが好きな感じが詰まってるので、ぜひアルバムカメレオンライムピーパイを初めて知った方もアルバムを聴けば、カメレオンライムピーパイのすべてがわかると思うので、そしてそのアルバムを聴いてライブにぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ゲストはカメレオンライムピーパイのちーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。